鳥を飼われていたインコですね。飼い主さんがおられなくなってしまって、餌も水もなくなってしまって、こういった形で。これもないですからね。全員もう結構軽くなっちゃって。介護費用の支払いがですね、されていないということで、ちょっと連絡は私の方に入ってきましたので、もうちょっと頻繁に連絡を取っておけばなと。お世話になります。本日作業させていただきます関西グリーンサービス亀沢でございます。よろしくお願いいたします。では早速中の方拝見させていただきたいと思います。失礼します。お邪魔します。こちらでお亡くなりになられていたということ。そうですね。はい。こちらが頭の部分で、そうですね。この頭皮がべったりついている状況になっております。死因っていうのは寝てる間にとかで。お亡くなりになられて。はい。寝てる間に亡くなる。あ、そうです。またご年齢もお若い方ですよね。そうですね。57歳。ああ、全然お若いです。鳥ですよね。インコですよね。そうですね。インコの方だ。そのまま亡くなられて、おそらく飼い主様が個人の方が亡くなられて、餌とか水がなくなってそのままってことですよね。おそらくこっちにも3匹4匹5、6匹もっといそうですかね。そうですね。10匹ぐらいが当時飼ってたような。じゃあもしかしたらどこかにいるかもしれない。かもしれないですね。ご依頼者様のご親族。私の兄。あ、お兄様。結構普段から連絡とかって取られたり。そうですね。あんまり頻繁に取ってはいなかったですね。年に何回か会うというぐらいの頻度でした。お正月とか年末とかお盆とかそういう時にちょっと用事がある時に取ったり。そうですね。はい。兄でもう独立して、はい。自由奔放に暮らしてました。ああ、なるほど。あまり干渉しないようにはして。ああ、そういうことですね。第一発見者は今回。私が、第一発見者になります。病院の方から連絡いただきまして、母親が今施設に入っているので、そちらの方で兄の連絡がつかないという、そういう、連絡いただきまして、で、ここへ様子を見に来たと。その時にちょっと警察の方も一緒に立ち会っていただいて。お兄さん連絡取れない、もしかしてとかちょっと思われたりされました？それも、はい、可能性としてはあるかなと思いますけど。で、警察の立ち会いのもと一緒に。そうです。死後何日ぐらいで発見されたんですか？1ヶ月以上だった。あ、1ヶ月以上経ってたんですね。なるほど。1月ぐらいですか？1月中旬ぐらいですね。やはり兄ですから、こういう形でね、対面するということも辛いことですし、こういう形で亡くなってしまったっていうことも、やっぱりちょっと後悔するところがやっぱりあるかと。もうちょっと普段からこう連絡取って、やり取りしたらよかったなと。そうですね。もう少し気にかけて、様子をね、見に来てたらなと思います。こうプラモデルとかこういった雑誌とかも結構趣味が、これ電車とかがプラモデルとか好きな方だったんですかね。そうですね。こういった模型類とか、はい。自転車とか、そういった類のものが好きで、コレクションしてます。あ、そうなんですね。こちらもともとご実家ですか？そうです。私の、はい、こちらで生まれ育った。そうです。あ、こっちに。そうですね。あ、電車ですね。
本当に結構好きな方なんですね。ここすごいですねこれ。失礼します。ここで座られて、先ほどの電車がここで走らせて、趣味の時間を楽しんでたようですね。なるほど。もう幼少の時とかからもずっと好きだったんですか？そうですね、子供の頃から今こういった類のものが好きで、よくお小遣いを貯めて自分で買ってこういうふうにしてますね。子供の頃は一緒に遊んでましたね。お酒も結構好きな方。そうですね。そういうのは好き。全然よくこういう洋酒を飲んでいましたね。そうなんですね。こういうグラスですか。はこういったのを集めるのも一つ。いはい。かわいい。キリコですね。結構いいやつや。こういうのを酒を飲む。ウイスキー。結構本当に好きだったんですね。確認されてたと思うんですけど、はい。いかがでしたか？そうですね。ご年齢もお聞かせいただいて57歳ということで非常にお若いのにっていうのが率直な感想ですね。でおそらく心不全ということで予期せぬ突発的な死だったと思うんですけれども、飼われているインコちゃんであったりとか、水も餌もなくなってそのまま息絶えている、産卵している状況ではございますけれども、こういった突発的な死っていうのはなかなかね防ぎようがないというか、多分ご自身もこうなるっていうことは全然個人の方も思ってらっしゃってはないと思うので、いろいろ考えさせられる部分はありますね。で非常にこういったね趣味の多様な方なのでね、すごい HO ゲージとか電車が好きな方だったんですけれども、几帳面にねご自身のコレクションをこうケースに入れられてたりとか、決してね我々よく携わらせていただいているこうセルフネグレクトとかゴミ屋敷とかそういった現場では今回ないので、結構几帳面な方だなとは感じました。そういう方でも、こういった亡くなり方をされると。私自身も兄弟いるので、兄弟同士ってねそんなにこう特に家族兄弟ってあんまりそんなしょっちゅう連絡取ることってないっていうのは、男兄弟って多分僕もすごいわかるんですけど、月に1回2回も電話多分しないんですね。本当それこそ年末年始に連絡取ったり、自分の親族とか親の身に何かあった時とか、そういった時にしか、本当に用事がある時しか連絡取らずに、元気でやってるだろうと勝手に思い込んじゃうんですよ。その気持ちがすごい
今ご依頼者様のお話も聞いてすごい身に染みて、自分自身もそうだなっていうのは感じましたので、感慨深い現場ではございます。この動画を通してですね、そういえば私もそうだなと、全然兄弟と連絡取ってないわとか思われる方もいらっしゃると思うんで、ぜひ、こういった事案もありますので連絡取るようにしていただければと思います。本当に。では本日これから作業させていただきます。作業の工程としてはあちらのお部屋の、家財道具すべて片付けさせていただいて、畳も全部めくります。撤去します。で、今後もこちらの建物は解体される予定ということでお聞きしてますので、家財道具の撤去と残しておかれるものもねいくつかあるということで、4部屋5部屋ほどですねの片付けをさせていただきたいと思います。はい、よろしくどうぞお願いいたします。させていただくんですけれども、特殊清掃ということで、ご依頼者様のご本人様、亡くなられた方の喉仏になるんですけれども、今日の作業ですね、ご本人様も見ておられるので、しっかり作業していきましょう。はい、よろしくお願いします。では早速メインのはい、お亡くなりになられていたお部屋で作業させていただきたいと思います。初めて嗅いだんです。初めて嗅ぎましたね。こういう香りを出せるんですね。大体も共通点のような。この香りなんですか。なんか音、聞きませんか。なんか鳴き声。生きてる。生きてますね。ちょっとこれ。どれ？どこ？いや、なんか音聞こえませんでした。今聞こえた。ピーピー言ってた。はい。生きてる？いや、ここから見た限りは誰も動いてないですね。どっか声聞こえた。これでかい箱の中にはいないですね。箱の中とかおらへん。なんか声聞こえた。声ですね。生きてる声が。部屋から。木箱って軽いですね。いないですね。いないですね。これ何匹います？ 7匹。まだいる可能性が。10匹ぐらいいたっていう時間でいるかも。もともとは母親と同居してたんですけども、2年ほど前に母親が認知ということで介護施設に移りまして、それからは兄一人で住んでおります。私はこの部屋に様子を見に来たんですけれども、その時に少し匂いがしましたので、ちょっとこれはおかしいなということで、警察の方に一応連絡を先入れまして、で警察と一緒に遺体を発見したという形になります。母のですね、介護費用の支払いがですね、されていないということで、ちょっと連絡が私の方に入ってきましたので、ちょっとそれで様子を見に来ました。連絡はもともとあまり取れないような状態が続いてましたので、私が直接ここへ足を運ぶという形で様子を見に来てたんですけれども、連絡をいただいた時も普段だったら連絡はつくんだけど1ヶ月以上連絡がつかないっていうことで、心配してくださって、それで私の方に連絡来ましたね。その後ですね、警察の方で調べていただくということになりましたので、それで心臓の方ですね、問題があったということで、一応病死という形で、
1枚ずつどうぞ。だいぶこれ1枚ずつやっていきます。大丈夫。あ、渡すわ。電機メーカーに勤めてまして、工場の方で勤めてたんですけれども、その10年ほど前に会社を退職することになりまして、でその後こちらの方の家に戻ってきました。退職後ですね、再就職をしたんですけれども、その後ちょっと体調を崩したみたいで、ここ2、3年は、無職でした。ちょっと目の方を怪我したみたいで、それとあと、体力的にもちょっと厳しかったみたいで、もともとね、少しぽっちゃりとしたようなそういう体型でしたが、最後に会った時は少し痩せてましたね。その時の会話では、ちょっと健康に気を使うようにしてるんやって言ってたんで、いいことかなと思ってたんですけど、目のかすみとかね、そういった類で、視力の低下を、気にしてたみたいですね。ちょっと無職の時間が、期間が長くなっていましたので、そういう意味では、なんですかね、生きがいと言いますかね、そういったものはあまり感じられなかったなっていうのが正直なところですね。子供の頃からそういった、鉄道関係が好きで、そういうのをずっと、続けていたんだろうなと思います。ペットとしては魚と、そういう鳥を飼うっていうのが、好きで、子供の頃も何回か飼ってたりはしてたことがあるんですが、ここ最近は魚はもうやめてしまって、インコと一緒に、部屋で生活してるという、そんな状態が続いてたと思いますね。それで寂しさを紛らわしてたのかもしれませんけど、私の知る限りでは、もう5、6年前からインコはいたと思いますね。ゲージで飼ってたみたいなんですけど、徐々に放し飼いの方に変わっていったみたいです。床に落ちてたんですけども、それはもうお兄様が発見された当時にはもうすでにインコも一緒に亡くなってたような。そうですね。その間餌とかなく、水もなく。完了しましたので、ご確認の方お願いします。もう畳も2部屋ともすべて引き上げました。で
ちょっと今湿ってるんですけれども、こちらの部屋全体に消毒剤撒いております。もう刺繍はほぼ完全に消えてるのではないかなと。そうですね。こういった感じで仕上がりました。綺麗にしていきました。ありがとうございました。どうですか、作業完了したわけですけれども、今の心境というか。そうですね。何がなくなってたところでもあるので、かなり汚れてたところもあったんですけれども、きれいに全て片付けていただいて、これで兄もきっと喜んでるんで。隅々まできれいに片付けしていただいて、全て提供していただけたので、非常に助かりました。特殊清掃ということで、いろいろネットとかを使って調べたんですけれども、本社の YouTube であったりとか、ホームページで内容を確認させていただいて、きちんと丁寧な仕事をしていただけるというふうに感謝。期待以上のですね、きめ細やかな、作業をしていただけたので、非常にありがたかったです。あまりですね、愛と頻繁に会うことがなかったので、今思えばですね、もう少し会ってですね、食事とかね、そういった思い出をね、もっと作っていけたらよかったかなと思います。いつ突然ね、身内にどういう不幸が起こるかわからないので、そういうことで、後で後悔しないように、できるだけですね、一緒にですね、いる時間をですね、作っていただければなというふうに思います。お疲れ様です。大量にあったウイスキーとか、はい。電車ってどうなったんでしょうか。こちらにあるんですけれども、こちらがその大量のお酒ですね。ウイスキー。もうすべて新品ですね。もうコレクターの方で、もう新品未開封の状態でお買い取りさせていただきました。はい、全部で236本ほどございました、ね。こちらが HO ゲージっていう電車の模型なんですけれども、もう全部新品ですね。新品未開封の状態で、結構な金額でお買い取りさせていただいて、ご依頼者様も非常にお喜びいただきました。はい。遺品の整理からこういった遺品の買い取りですね。あとは不動産ですね。土地とか建物のお買い取りも全てさせていただいておりますので、手間のかからない全て弊社でワンストップで終えますので、はい、非常にお喜びいただいております。今回はご近所に住まれているご兄弟お兄様が孤独死されていたということで、今回遺品整理のご依頼をいただいたという案件でした。お盆とか年末年始とかそういった時にしか連絡取らなくなっちゃうケース多いんですけれども、その連絡を取っていない間にですね、孤独死で発見されるケースは非常に多いです。密に常に連絡を取っておくとか、そういったことしか防ぎようはないのかなと思っております。関西クリーンサービスのチャンネルでは、孤立化の問題、こういった孤独死の問題ですね、いろんな社会問題に対してですね、注意喚起をして動画をアップさせていただいております。チャンネル登録やグッドボタンの方よろしくお願いいたします。またX の方でもこういった問題のこといろいろ配信させていただいておりますので、どうかフォローの方よろしくお願いいたします。